皆さんこんにちは。ジャパンサイファイの J です。水星の魔女第14話、やばすぎました。もう、なんというか、言葉が出ない。いやもう第14話、今までで一番の急展開というか、一番面白い、そしてやばすぎるエピソードでしたね。私はてっきり八重歯キャラたちの決闘を見て、ゆっくりね、お茶でも飲みながら見れる回だと思ってたんですが、急展開すぎて見事お茶を吹き出しました。これはですね、もう本編側もパーメットスコアを上げてきているんで、解説する私もパーメットスコア全開で解説していきましょう。心臓、痛い、指が震える、声が出ない。でも私、解説考察する。はい、というわけで、まず冒頭で明らかになったのは、クワイエットゼロ計画の真相でした。クワイエットゼロとは、あらゆるシステムを制御するネットワーク構想。つまり、パーメットを使用するあらゆる機械を制御下に置くという構想でした。いろんな機械をジャックしてハッキングしようぜっていうことですね。このクワイエットゼロの理解が難しい理由は、デリングの求めた計画とプロスペラの求めた計画に違いがあるからです。まずはデリングが求めた計画から解説していきましょう。まずこの計画はノートレット・レンブラン、デリングの妻の計画でした。そしてデリングがそれを引き継いだ。この計画とはおそらくパーメットリンクとデータストームを介したガンドフォーマット兵器の掌握です。ね、横文字いっぱいで分かりづらいんですが、早い話が世界の脅威となるガンドアームを掌握し、制御するシステムを作ろうという計画です。なぜかというと、ガンドアームは強力な兵器であり、禁止するだけではもちろん足りなかった。では、そのガンドアームを完全に無効化して制御する力を手に入れることができたら、それこそがクワイエットゼロ計画であるわけです。しかし、そのクワイエットゼロを実現するためには、ガンドアームのデータストームを利用することが必要でした。プロスペラはデータストームは人間にとっては呪いであると発言していたように、クワイエットゼロ計画はデータストームを制御する力が必要だったわけです。そこにエアリアルのデータストーム無効化能力が役に立ったということです。デリングがクワイエットゼロ計画を求めた理由はガンダムを根絶すること。ガンダムを根絶すればガンダムで傷つく被害者やパイロットもいなくなりますからね。ガンダムを制御することができればそれが実現できるわけです。しかし、ここからがプロスペラの目的です。劇中の最後にベルが発言していたように、全ての機器を制御するのであれば、ここまでのスコアは必要ではないはず。プロスペラが目指しているのは人類の書き換え。これは一体どういうことかというと、プロスペラはパーメットが人類の体に流入できるという特性を生かして、人の意識までを書き換えて制御しようとしていると考えられます。実際パーメットは人間に幻覚を見せる効果がプロローグでは確認されていますから、パーメットを介して人にビジョンを見せたり、意識を書き換えるというのは不可能ではないはずです。わかりやすく言えば、人の夢を勝手にいじくれるとか、人の脳内に勝手にガンダム株式会社の PV を流せるとか、そういうことが実現できるわけですね。なので、このクワイエットゼロ計画、デリングが求めていたのはあくまでも兵器の制御。しかし、プロスペラは人の制御までを行おうとしている。そこに違いがあると考えられるわけです。次に解説したいのはオーバーライドです。オーバーライドとは兵器の制御権限を強引に奪ってコントロールする力。例えば第6話ではエアリアルはファラクトのビットをオーバーライドしていましたよね。そして第9話ではアンチドートの効果をオーバーライドしていました。そしてこの第14話ではガンボルバ、ガンビットモビルスーツとでも言うべき機体を制御下に置いていました。これこそがクワイエットゼロの力ですね。エアリアルは単体でも多数の機体を制御することができますが、クワイエットゼロとは地球圏全体を対象とした強制オーバーライド装置であると考えられるでしょう。そして第1期ではエアリアルのデータがクワイエットゼロに使われていましたから、要するにクワイエットゼロの中核にエアリアルがはまることで全ガンドアーム、そして全人類の意識を掌握できるということです。そしてそのエアリアルの中核とはエリクトサマヤというわけですね。すべて繋がるわけです。そしてプロスペラがミオリネに協力を求めるのはあくまでもデリングのお財布が必要だからですね。クワイエットゼロ計画のパーセンテージは冒頭で映ったように停止してしまっています。デリングの莫大な資金がなければ達成ができないわけです。新生開発公社や株式会社ガンダムのような貧弱な資本ではそれは実現できない。ミオリネがデリングのお財布を使ってこそクワイエットゼロ計画は実現できるというわけです。だからこそ冒頭プロスペラはミオリネにお願いをしていたわけですね。さて、これ以上の解説は私考察人士 J の体が崩壊しかねないので一旦休憩しましょう。次に解説したいのはニカの持っていたドキュメント。これはアスティカシア高等学園のパンフレットですね。
左上には We train personnel who will form the core of the space development business つまり宇宙開発の中核を担う人材を育てると書いています。ここからわかるのはアスティカシアは決して地球を蹂躙する軍人を育成する学園ではないということですね。少なくとも表向きはということです。その他アスティカシアの学科にはパイロット、メカニック、経営戦略の3つがあるということがこのパンフレットからもわかりますね。皆さんはどれやりたいですか？どうでもいいから大事な解説しろってわかりました。お任せください。お次に解説したいのはソフィーとスレッタの会話。ソフィーは決闘を決意するスレッタに対してこう発言しています。ミオリネがお姉ちゃんを閉じ込めてんだね。ミオリネ殺したらあの時のお姉ちゃんにまた会えるかなと発言しています。もう皆さんなら分かっていると思いますが、あの時のお姉ちゃんというのは第12話で覚醒したエアリアルに乗っていたスレッタ。厳密にはスレッタの体を一時的に借りていたエリクトの存在です。そしてエリクトは常にスレッタを危険な目に合わせる存在の時にエアリアルの制御を一時的に奪っています。つまり、ソフィーはミオリネを殺してスレッタを極限状態に追い込めばお姉ちゃん、エリクトに会えるというわけです。そしてこれは皆さんご存知の通り第14話の後半で実現してしまいました。そしてオープンキャンパス特別イベントで注目したいのはエランの動き。このランブルリングでエランの狩るファラクトの新武装かなり活かしてますが、重要なのはエラン家です。特にチャラいこのエランを我々はチャランと呼んでいますが、このチャラン一切パーメットスコアを発動していないんですね。彼はパーメットスコア2すらも発動していません。その証拠に顔には赤い紋章が一切浮かび上がっていないのです。つまりこのチャランというのは生命を最優先にする傾向があるようです。我々が大好きな4号はほぼ命を削っていましたが、チャランはパーメットスコア2すらも発動していません。なので今回ファラクトの動きは微妙だったわけですが、それでもガンボルバを撃墜していたので、チャランはベースのスキルがかなり高いというわけですね。さて、ランブルリングはソフィーとノレアのルブリス兄弟が乱入して中止されたわけですが、ソフィーとノレアの機体はレギュレーションを一切無視していました。他の機体のビームは黄色、しかしルブリス兄弟のビームの色は青で実戦仕様でした。お遊びに慣れたアスティカシア学園の生徒たちが恐怖したのはこれが原因ですね。しかしここではチュチュ先輩に見せ場がありました。暴れるルブリス兄弟に対して憎しみをあらわにするチュチュ先輩ですが、助けを求めるスペーシアンの救助に向かっていました。チュチュ先輩が狂犬をやめて成長した瞬間でもありますね。あと、地味にチュチュ先輩、コクピットを狙ってくる攻撃を肩の走行で受けるという地味に技量が高いっていうのも素晴らしかったですね。そしてソフィーのお姉ちゃん発言にブチギレて青くなったエアリアル。このシーンをよく見ると、エアリアルに近づいたルブリス・ウルは影響を受けているのに、遠方にいたルブリス・ソンは影響を受けていません。つまりエアリアルのオーバーライドは範囲が限られている。それを大幅に拡張するのがクワイエットゼロ計画ということだと考えられます。そしてエアリアルがオーバーライドを発動したシーン、ソフィーは苦しんでいますね。この描写は第6話のエランケレスも同じです。データストームを強制的に発動されて苦しんでいるわけです。そして紫色に光るシェルユニット。これはオーバーライドされデータを流し込まれ制御されているシェルユニットの色ですね。実際ガンボルバも赤から紫色に変色しています。同様にソフィーの顔も紫色に変色しています。つまりソフィーが死んだ理由、それは強引に制御しようとするエリクトのデータストーム兵器、オーバーライドに抗いながら攻撃を仕掛けたからです。おそらくソフィーはそのデータストームに耐えながらエアリアルを殺そうとした。そして近づけば近づくほどデータストームが強くなり絶命したということです。そう、つまりオーバーライドを発動したエアリアルにガンドアームパイロットが近づけば死ぬということです。そしてエアリアルの正体、ついにプロスペラが明かしましたね。やはりエアリアルの中にはエリクトが入っている。そしてプロスペラの発言、データストームのその先でエリクトは私たちを待っている。これで第9話でプロスペラが流した涙の正体が分かりましたね。それはエリクトの存在を再び確認できたからです。第14話は全ての伏線回収で正直心が追いつきませんでしたが、過去の考察はほとんどが正解だったのでちょっと嬉しかったですね。しかし、ポイントはスレッタも存在が無意味ではないということです。覚醒すると殺人マシーンとなるエリクトをスレッタを止めることができていました。そう、エリクトは唯一スレッタの話だけは聞いてくれるんですね。ですがおそらくスレッタがエアリアルに乗せられているということは、エリクトの意識を少しずつ下ろすための人形として存在しているということです。第15話ではスレッタがどこまでプロスペラを問い詰めることができるかに全てがかかっていると言えるでしょう。第14話は話が大きく進んでめちゃくちゃ面白かったですね。皆さんは第14話で気づいた小ネタはありましたか？ぜひ気づいたことや皆さんの感想も教えてくださいね。そしてわからないことがあれば考察動画で取り上げるので、皆さんの疑問もコメント欄に書き込んでくださいね。しかし、ね、考察が当たったは当たったんですけど、内容がきつすぎた。
きつすぎたよね。